人類はこの1万年間、資源、宗教、民族、政治的イデオロギー、歴史的な遺恨など複合的な要因によって争い続けた。人間が戦争をしていなかった期間は世界史全体で約6年間しかないと言われるほど争いが絶えなかった。そんな中、将来起こりうるかもしれない次の世界大戦に最も備えている国が存在する。その国とは約200年間中立を貫いてきた永世中立国、スイス。皆さんは永世中立国と聞いてどんなイメージを持っていますか？定義によると中立主義国、すなわち自らの意思で戦争に加わらないと決めている国とは違い、世界の国々からこの国は永久的に戦争に参加しないと認められている国が永世中立国と呼ばれている。しかし、そんな戦争に参加しないと世界から認められ、まるでアルプスの少女ハイジのような穏やかな大自然に囲まれた世界で最も安全な国の一つに潜む隠された現実。Maybe you only survive. やっば。世界的に見ても銃保有率が極めて高く、国内の至る所に防空壕があり、世界でも特に国民が武装化されている国の一つと呼ばれている。今回はあのヒトラーでさえ攻め入ることができなかった鉄壁の貿易を持ち、世界の破滅をもたらすほどの大規模な戦いの備えが最も万全な国、スイスの実態を見てみました。信じられんわ、ほんま。はい、皆さん、What's up? バッパー翔太でございます。またやってまいりました。約200年間永世中立国を貫いてきた国、スイス・チューリヒでございます。これまでのね、動画でスイスの歴史、経済、政治などのについてね、紹介したので、先にね、それらの動画を見てからこの動画を見てほしいんですけど、今回はね、世界から認められた永世中立国スイスの内部を見ていきたいなと思います。はい、今回はですね、NordVPN さんからの動画提供ということで紹介させてください。VPN はですね、通信を暗号化して、個人情報を守るためのサービスで、国内外問わず公共 Wi-Fi を使う時のセキュリティ面でも安心ということで、フィッシング詐欺やね、情報漏洩を防いでくれる、脅威対策プロっていう機能があって、パスワードやね、クレジットカードの情報などをしっかり守ってくれる。さらにはね、旅でいろんな国に行く際に国を移動するたびに VPN もし使ってなかったらいろんなサービスから一旦ログアウトされ、またログインしないといけないとかのね、手間もあるんですけど、VPN を使ってたらその手間も省かれるっていうことで、僕はスマホとパソコンもう常に VPN を使って作業してるっていう感じですね。アプリもですね、ワンタップで簡単に VPN に接続できて、使い勝手もほんま個人的に大好きです。今ならね、12月10日まで2年プランが大幅割引プラスですね、5ヶ月間無料延長キャンペーン中みたいなんで、皆さんインターネットを安全に使いたい人はぜひ概要欄からチェックイットアウトしてみてくださいということで、バックトゥーザビデオ。そもそもスイスはどのように中立へとたどり着いたのか。地理的に見るとスイスはドイツ、フランス、イタリアといった強い国々に囲まれ、戦争や侵略に巻き込まれやすいとても不安定な場所。過去争いが絶えなかったヨーロッパ、フランス革命、そしてヨーロッパの勢力争いによって起きたナポレオン戦争の後、ヨーロッパは秩序の回復と勢力均衡の維持を取り戻すために列強が集まり、ウィーン会議が行われた。この会議の主な目的はフランス革命前の安定を取り戻すことと、フランスが再び強大にならないようにすること。そしてヨーロッパの真ん中という位置にあるスイスは大国間の仲裁役としての役割を期待され、また地理的に商業活動を展開するにも有益だったということから、中立国として国際的に認められることになった。加えてスイス自身も力のある国々に囲まれていることから、中立国としての生き方を承認し、現在まで中立を保つことで2度の世界大戦もほぼ無傷で切り抜けてきた。しかし永世中立国と認められたからといって他国が侵略してくる可能性がゼロとは言い切れず、中立という立場から戦争に巻き込まれないようにするには自分の国を自分で守らなければならないという考え方がスイスには根付いていった。
さて現在はチューリヒから約2時間スイス南部の田舎に来てるんですけど、見てくださいこの景色。久々やでこんな美しい場所でのドライブ。見てください、こんな美しい絶景にひっそりと潜むバンカー。現在はね廃墟になった場所みたいなんですけど、あそこからは狙撃できるようにもなってます。いやとんでもなく美しいところやで。ここ俺逆に住みたいわ。スイス各地には国民を核攻撃や戦争から守るためのバンカーが約36万以上。それに加え軍事専用のバンカーが1万から2万、さまざまな形や大きさのバンカーが合計で約37万以上眠っていると言われているみたいです。そしてここがスイスで建設された最大級の要塞の一つ、フルクゲルス要塞。Thank you so much for your time. What's your name? I'm Eric Breitenmoser. Nice to meet Yeah, you. thank you. Nice to meet you. So this is your place. You own it. This is my place. Yeah, Oh my God. So how long you own it? I've owned it for 6 years now. 6 years Yeah, now. yeah. So seems like a really huge place. Yeah, it's a very big place. You know, I'll tell you more as we go along. But it's big. It's made for 600 soldiers to live here. 現在は彼が所有する第二次世界大戦中のスイス軍最大のバンカー。山の中腹にある巨大な地下軍事拠点は1939年に建設が始まり、地下に約 9.5 キロのトンネル、広さにすると約3万平方メートル、東京ドーム1個分の広さ。地下なんですごい寒いです。上着着とっても寒いぐらいですね。空気もなんでちょっと湿ってる感じなのかな。一体この後何が待ってるのか楽しみです。Exits. This one here, yeah? 240 steps. So long. 240 steps. Yeah. To where? From there, then 3 more shafts. You have to go by ladder, and you get to a bunker up in the village. 地下のですね洞窟バンカーはですね、フランスのパリ以来なんですけど、フランスのパリもね皆さんには見てほしいんですけど、いや面白い。見てください、このドアの分厚さ。しかも聞いた話によるとこのコンクリートは壁は2メートルの壁であるということで、全部この飛んでる2メートルの壁があるんで、ボンボン来たんです全然来てるんですが、This is soldiers. Yeah, they sleep here. Yeah. This room and the one next door, both the same. 120 beds. 120 bed. Okay, so how many bed totals? 582. Wow. Today still, yeah. Right, and how many rooms again? 195. 195. Wow. So back that time, how they get food? Well, they had food storage here, a lot of dry food. They had made their own bread. They have a cheese storage room. They just stored food here for the soldiers. この地下に潜む軍事施設は何ヶ月にも及ぶ包囲、爆撃、孤立に耐えられるように建設され、宿泊施設の他にも病院、弾薬庫、郵便局、カフェテリア、長期にとどまることができるよう電力を供給できる巨大な発電機までもがあるみたいです。Back here is a morgue for dead people, 17 coffins, concrete. If somebody died, they can put him in there. Oh my God. Yeah. Yeah, but now you're not using anything. No. Yeah. But here's where they live. They lived in here, so we go there and look. Okay. Because upstairs they work, downstairs they live, eat, sleep. Wow. いや、これ作られた時代、デジタル、ネットも何もない中で、人々の頭脳だけでこれだけの設備を作る、やばくないですか？
信じられんわ、ほんま。So how long did you take to discover all these Oh, it 11 took me kilos? 2 right? months. 2 months. Yeah, to see everything, we spent a week because there's so many places, you know. この地に要塞が築かれたのは、ここがドイツ国境からわずか70キロ、イタリア国境から120キロという戦略上の要所だったからだそうです。That's huge cannons, eh? Wow. 見てください。このキャノンは25キロ先まで撃てると。やばっ。この強固な備えはヒトラー率いるドイツ、そしてムッソリーニ率いるイタリアに対する決定的な抑止力となったとされ、実際ヒトラーは多大な犠牲を嫌い、侵攻を断念したと言われているみたいです。Oh, that's the outside. Yes. Wow. 皆さん、こんな感じですよ、これ出口。すごい、カモフラージュされてない？あ、すごい。That's called camouflaging, eh? Wow. 上はなんと山でございます。That's the outside from the cannon which you saw. Wow. このね、大砲が向かってる先がですね、バリっていうかこう峠になってるっていう感じなんで、向こうからですね、ドイツが攻めてきたら、アルプスでものすごい高い山の峠めがけて、こっからキャノンでバーンみたいな。You have this place. You're afraid of something, you know? No, but there has always been wars in the history, so it's just a matter of time. So I figured, why not? It's always good to be prepared. Maybe you never need it, but if you do need it, then you're happy you have it. Some people buy Ferraris or Lamborghinis. I'd rather have this. I agree with you. Yeah. 第二次世界大戦後の1990年代末まで、要塞は核弾頭防衛システムを含む最先端の技術を取り入れるなど継続的に改修されてきたみたいなんですが、陸軍改革の一環として1998年に機密指定が解除され、現在は食品、データ保管、さらには大学の研究施設など様々な用途で利用されているみたいです。It's a server room. Oh, that's all this Data for our bunker, but also for private people or companies. They can store their data here. Oh, wow. In case, because the whole place is atomic proof, nuclear attack proof. So if something happens, they can come here, grab the server, and have all the data. Wow. What happened if power is down? This one is safe. We have no problem. We have power backup. We have a generator that jumps in automatically. There's no blackouts here. And we also have 50 kilowatt battery backup. Nice, completely isolated. Completely, we are completely secured. Yeah. We also have solar up in the mountain and generator. Also, we're completely independent. いや、もうここにいたら世界で一番安全な場所じゃないですか。何が起こってもここにいたら安全ということで、やばいな。Even like world something happens, you know, you just survive. Maybe you only survive. そもそもどうしてスイス全土に約37万以上の多くの要塞や防空壕が建設されたのか。1940年代、ナチスドイツとイタリアの同盟国があらゆる方向に勢力を拡大し、ヨーロッパ全土に侵攻すると、ほとんどの国は攻撃的な対応を取り、軍隊を侵略への反撃に備えた。もともと厳しい地形と資源の貧しさの影響で観光客誘致のため、山岳インフラの技術開発に力を入れ、高度な工学技術が発達していたスイスは、2つの同盟国に直接の戦闘では勝てないことを理解し、代わりにスイスの国土の大部分を占めるアルプス地方全体を武器に仕立て上げた。うわー、見てください。ほんまね、探してなかったらわからんけど、わからんようにカモフラージュしてる感じで、
すごいな。どないしてあんな山の中に作ったんやろ。でこんなね要塞が山のあちらこちらに至る所にあって、そしてねこれらの要塞の内部はつながってる部分も多いとのことみたいです。なんかほんま秘密基地みたいな感じですね。こんな秘密基地みたいなのがスイス全土に何万とあるわけでしょ。えげつな。そんなアルプス全土を要塞化したスイスに侵略軍が攻め込むには険しい山を越えなければならないみたいなんですけど、山のところどこには峠があり、そこから侵略される恐れがあった。しかしスイスはそれを逆手に取り、峠という便利な入り口からやってくる侵略軍を追い返すという策略を練った。さて皆さん見えますか？ここがですね、アルプスにある峠の一つでですね、もともとは貿易とか人の交通として使われてたとこなんですけど、険しいね山が連なってるっていうことで、峠しか他国から入ってこれない。なのでね、敵が攻めてきたとしても道をね爆破して通れなくしたり、あとね銃撃し追いやった。さらには峠の麓にある川に架かる橋にも爆薬が仕掛けられていたみたいで、その他にも道路や鉄道など破壊できる約3000箇所の爆破地点がね、主に国境沿いに設置され、他国からの侵略を防いでいたみたいです。それに加え、天然の壁がない敵の軍隊が入りやすいルートには竜の歯、別名トブラローネと呼ばれる戦車の進軍を阻止するために作られた障害物も設置され、この竜の歯の間には歩兵の障害になるように、地雷も埋められていたみたいです。いやー、なんか自分たちの国にある利点を最大限に生かしてるっていう感じですよね。皆さん見てください。このね峠の山の中腹にある、遠目から見たらほんま普通の家なんですけど、でもよー見るとこれ普通ただのペイントやんみたいな。聞いた話によるとですね、この窓もですね偽物で、家に似せた統治下と呼ばれる軍事施設みたいです。やば、こっから出るようになってるんや。怖っ、こっから狙われるんや。全然気づかんかったけど、すごいな。数少ない天然の壁の峠の付近に、多くですねこういう統治下っていうのが固まってて、攻めてくる侵略軍をこっからドッカーンと。でこの辺にね転がってる岩、素人やって 100% 見つけられへんのですけど、この岩の下も軍事施設になってるみたいで、その岩の下からパーンと撃てるようになってるみたいです。いやこれプロでも絶対見つからんぞ。こんだけ岩あるうちの一つが軍事施設やろ。すごいな。いやこれや見つけたぞ。皆さん見てください。この小さい穴があって、でこの辺もなんか小さい穴があって、見てください。石が浮いてるわ。これやぞ。これが軍事施設なの。やばいやろ。こっから360度撃てるって感じです。やば。これよね。これっすよね。なんか後ろこんな感じで、これ多分入れるようになってるのかな。これやろね多分。すごいな。だからこれですよ。こっから見たら見えるけど、下から見たら絶対分からへんぞ。この石の下になんか変なのある。何や思って見たら大砲やんけ。この下大砲が眠ってます。なるほど、分かったぞ。これ石浮いてて、これ大砲がくるんと回るようになってるんちゃうか。これ回していろんなとこ撃てるようになってるんか。それに加えてね、第二次世界大戦中には最大約85万人のスイス兵、人口の割合に比べて80万人はやばくない？いやスイスやば。こっから見てください。今ね天気あんまり良くなくて視界良くないんですけど、こっから侵略軍が攻めてきてドカンと。恐ろしすぎでしょスイス。さてここはアルプスの麓にある村で、一見ねザ・スイスみたいな普通の村なんですけど、これらの納屋には秘密があるそうで、その秘密について特別にねマックスさんが案内してくれるそうです。 What's this one? Oh my god! The cannon inside, tank inside. Oh, やっば。
見てください、これ。まさか。Yes. Crazy. Oh my god. Who expect that? No one expect that. There's a tank here. Yeah. It's camouflage. Camouflage. Oh my god. 大砲の射程距離は約 21km。しかもこの大砲を仕込んだ納屋に見せかけた軍事施設は他にも4軒あって、それらの地下は全てつながっているみたいです。If you need urgently to go to the toilet, Yeah. it's a very bad idea, I tell you. Yeah. Swiss toilet. Yeah. That's for the camouflage. Yeah. Yeah. Oh, wow. 皆さん信じられますか？あんだけのどかな農家のね、町の下にこんな軍事施設が潜んでるとは誰が想像しますか？さて、ここがですね、外にあった大砲を狙撃する場所ということで。So, how does it work? We have here the gunner, the commander, he gets all the data. They set up the gun here Yeah. with this part. Okay, put this in. So. So this tank, until when was used? This is built in 1942. Yeah. This fortification was used up to 1993, 1993. and then it was finished Oh, okay. because of the outcome of the GPS-guided missiles. This is not more. It's not good anymore. It's static. Okay. See, alright. 永世中立国。それは自国を防衛し中立を守るための武力行使は可能と国際的に認められた国。実際第二次世界大戦中にスイスは侵入してきたドイツと連合国軍の空港機双方を攻撃し、自国を脅かす者には容赦しないという強いメッセージを発信した。さらにはヒトラーも詳細な侵攻計画を練っていたにもかかわらず、スイスを攻められなかった背景には単なる防衛力ではない理由が指摘されている。戦後明らかになった秘密主義のスイスの銀行がナチスの財産を隠し持っていたこと、そして軍需物資の輸出によってドイツを含む交戦国双方から利益を得ていたこと、これらの絶妙なバランスを保った外交がナチスによる侵略を避けるための抑止力の一つとなったとされている。スイスの中立とはただ何もしないことではなく、自国の安全を最優先に貿易力と経済的、外交的抑止力を巧みに使い分け戦火を避けてきたと言われている。そして第二次世界大戦後、世界を覆った冷戦と核の脅威。多くの国が軍拡競争に入る中、永世中立国スイスは独自の道を選ぶ。それは国を守るから国民の生命を守ることへ焦点を移した武装ではなく備える防衛戦略だった。1959年、民間防衛の責務が国民投票の結果によって憲法に追加され、政府は国民を戦争被害から守る責任を、そして国民は活動に貢献する義務を負うことになった。スイス政府は核攻撃の脅威に対応するため、国家の安全政策として全国的なバンカー建設を推進し、現在スイスは人口1人当たりのシェルターの数が地球上のどの国よりも多くなっている。さて、今からですね、スイスの一般の家庭にある核シェルターを見せていただけるということで。はい、ということで、はじめまして。はじめまして。お名前は何でしょうか？三浦メラニと申します。おー、日本語いけると。なんとなく頑張りますね。で、今回ちょっと核シェルターがあるということで見せてくれるということでありがとうございます。じゃあ見せてもらえますか？はい、じゃあ入りましょうか。はい。ここが？はい、ここから入りますよ。ここがシェルターですか？噂の。とりあえず。わ
お、すごい分厚いですね。ドアが。めちゃめちゃ分厚い。すごい分厚い壁です。皆さん見てください。こんな感じです。わお。で、何に使ってるんですか今はこのシェルター。一応、ここのマンションに住んでる人は、パートずつにこういうストレージルームがあるんです。私の一部なんで、ここまた面白いことあるんです。ちょうど動画にあるんですけど、それ何？ここちっちゃいは緊急出口。出口、すごい分厚いドアの。あと、また換気のために、ここ開けられるんですよ。で、これ外に繋がってるって感じなんですか？そうですよ。多分ちょっと行ってみたらトンネルがあって、終わってるところで、端っこみたいなところがあって、そこから出れますよ。すげえ。いや、皆さんすごくないですか？普通に観光来てたらスイスの地下にこんなことがあるっていうのが全く知らなかったですけど、実は家の地下にはこんな世界が広がってるとは。Actually found it quite interesting because like this is something that is still around from the Cold War. But after the Cold War, after the 90s, there were discussions about abolishing the law of like having a shelter in each building. But then actually the Fukushima disaster happened in Japan, and like the majority of the population was fine with it again, and they wanted to keep the law because that's also one of the reasons we have that not only warfare, but also if one of the nuclear power plants in Switzerland has some of them, one of them has an explosion or anything, this should also keep you safe from it. 国の防衛には多額の費用が割かれているみたいで、1970年代以降で年間約2億1000万スイスフランが投入されたみたいです。そもそも米ソ間の核戦争のリスクが高まる中、国民の安全のために導入された民間防衛体制。現在に至ってもね、全ての住民に新しい家を建てるときはシェルターの設置が義務付けられているみたいです。家一軒家持ってる人ってどうなるんですか？一軒家持ってる人もシェルターは絶対持たなあかんっていう感じなんですか？絶対じゃないんですね。持ってる家もあるんですが、一応法律で自分で作る必要ないんです。作りたいなら作ってくださいということなんですけど、作りたくなければちょっとだけ料金を払って住んでる都市や村がコミュニティシェルターを作ってくれるという感じですね。なるほど。だから法律は一軒家ずつ持ってるシェルターを持ってるべきじゃなくて、国民一人ずつがシェルターのスペースがあることですからね。そういうことね。国民一人一人がね、安全に避難できるシェルターを持つことが義務化されたスイスの民間防衛体制。そしてここはですね、家に核シェルターがない人のためにある、冷戦時代の大規模な民間防衛施設として作られた約2万人を収容することができる世界最大の一般市民向けシェルター。The original idea for the 20,000 people was to place them in two ordinary motorway tunnels. And looking at this thing here, you have to imagine the two tubes represent these tunnels. These run through this mountain that we're about to enter in this direction, further in the back, further down. And they link the north end and the south end of the city of Lucerne. 冷戦時の新たな脅威である核戦争が勃発した場合に備えて作られたこの防衛施設内には生存に欠かせないさまざまな対策が隠されているそうです。We have air filters. Air filters, okay. Yes. These are still some of the original ones, which were placed in here during construction in the 1970s. And back then, these filters were apparently able to filter any then known nuclear, biological, and chemical agent, so that people in the tunnels could have been provided with fresh air if everything had been contaminated outside. 7階建ての内部にはですね、司令部、緊急病院、キッチン、さらには刑務所まで完備。約700人のスタッフが、食料、水、電力、空気の供給を担うことができるそうです。So, we're here now. Okay. Next to the tunnel. Take a look into the tunnel. Yeah. The door here is not an emergency exit, so people would never enter the building.
Because whenever there are two tunnels, the emergency exits go together to the center. That's why you can see the emergency exit door on the other side. So if there's a problem in this tube, they will use the other one to get people out. Amazing. Do you have an idea of what the maximum duration of stay is? It's the same all over Switzerland before they run out of power, food, water. 6 months. Less, much less. 3 months. We're not talking months. Okay. 2 weeks. Exactly, Okay. 2 weeks. Okay. After 2 weeks, big question mark. That's why a lot of people stress the fact that all of these shelters mostly fulfilled a psychological purpose to give people a sense of hope, of security, that there would be a plan B. そうこのねトンネルの中がこう、ね、緑であったり黄色であったりっていうのもこのサイコロジカリーの意味があるみたいで、まあ、緑はですねプラント植物で黄色は、太陽っていうことみたいです。そんなとこまで気にしてるんやすごいな。さっき聞いた話によるとスイスの人々はですね、みんな2週間分サバイバルできる食べ物であったり、まあね、イメージンシーが起こった時のため用のトゥールみたいなのを自宅に置いとく義務とかがあるみたいです。いやすごいな。この先ね何が起こるかわからない現代社会。現在国内にはね約37万のバンカーと、人口をね上回る避難スペース、カバー率約 107% が確保されているとのことで、徹底的な備えと管理。スイスのね動画1本目2本目でも感じたけど、ほんま他の国がこうやってるああやってるとかね私もって感じではなく、自国の国に置かれた状況を最大に理解しブレずに、バランスよく進めてるなっていう感じ。いやこんな国ほんま見たこともないし、もう感動の一言です。完璧な備えを持つスイスの軍にはこんな格言がある。中立を保つには大砲が必要だ。その言葉通り、隣国の大国に比べ人口が少ないスイスが抑止力として採用しているのが民兵制。ほとんどの男性には18歳で兵役義務が生じ、多くの場合30歳まで続く。そして階級が上がるなどの特定条件下では40歳から50歳まで延長されることもある。これは中立という立場を守り、貿易力を市民ベースで構築、維持するという戦略に基づいていると言われている。Alright, thank you so much for your time. What's your name? My name is Sven. Nice to meet you. Nice to meet you too. So, what does typically military service entail, like duration and the process? If you can tell me. At first you get a letter at 15 which tells you that you have to go to an information event about the army. That's your first contact with the army as a young adult. And then shortly before your 18th birthday or around your 18th birthday, you go to like kind of the conscription center, and then you have 3 days of tests, you have 3 days of sports tests, cognitive tests, and then you get assigned to whatever, infantry, artillery, or air force or whatever. And then a couple of months later, you go to boot camp. And then boot camp is like, I believe, the system always changes. I did boot camp in 2016, which is 9 years ago. I had to do 21 weeks of boot camp. Now it's 18 weeks of boot camp. そして良心的兵役拒否の権利も認められており、平和主義などの理由で兵役を拒否した者は通常の兵役よりも長い期間、社会奉仕活動に従事することで義務を全うできる制度もある。また、健康上の理由で兵役が免除された場合は、代わりに追加の兵役免除税を支払う義務があるそうです。Do you receive pay during the military service? Yes, you get paid. You get paid 80% of your salary that you had before starting the service. But how you get paid is a bit difficult. So you don't get paid by the government. The government pays your employer 80% of your salary that you that you earned before, and then the employer pays you. And usually the employer, as an employer benefit, they give you 100, they add the additional 20%, so they get 80% from the government, they add the 20% themselves, and they give 100% during military service as a pay, as an employer benefit. Right.
かつてはね、兵士60万人という世界最大の常備軍を持っていたスイスなんですけど、現在に至ってもスイスの人口約850万人に対して約15万人が緊急事態には72時間以内に配備可能ということみたいで、日本の人口約1億2000万人に対して自衛隊の人員は約22万人。日本と比べてスイスの国民に占める兵士の数の割合は約8倍と段違いの規模。そんな独自の徴兵制度を持つスイスの国民は徴兵制度をどのように捉えているのか。I wouldn't consider it important per se, but I believe it has a tradition in Switzerland, and I also believe it's good for like people like young adults to do this. Does it have to be military? I don't think so, but yes. There's also the entire question of like armed neutrality. Like in a political sense, it is important because it legitimizes the neutrality in the sense. Because yeah, you can be neutral. You can say yeah, I'm not attacking anyone. But if you can't defend yourself, if you're not able to defend yourself, well, you can be no neutral all you want. So the idea is to have neutrality, not attacking anyone and not taking part in wars, but also like being able to defend your neutrality when you have to. Right. そしてね、スイス各地にはですね、こんな感じで、小さなね、射撃場があって、兵役義務の一環で射撃訓練をですね、義務的に受けなければならないみたいで、スイスではですね、兵役に入隊後は任務終了まで自宅にライフルとか、銃を保管することが義務付けられているみたいで、一般の家庭にはですね、銃が隠されているとのことみたいです。So until when you can keep these guns? Usually until your service ends, Okay. and then it's also quite easy to keep it. You only have to do a request. Like what does it mean service end? Like start the when? When all my days are done. Oh, okay. So you have, when you start military service, I think I got 450 days in total. Okay. 37 weeks of those I did in boot camp, and then I'm gonna do 3 to 4 weeks every year until my service days are depleted. And until then, I'm in service. Then you can usually keep it. Yes. So what does it mean for people to keep the gun at homes? The purpose is to have it close by you in case there is like an event. But without ammunition, no? Without ammunition, that is important, because in 2001 we had a shooting in parliament, a local parliament, a city parliament of Zug, and then a guy with a service weapon shot a couple of lawmakers, and until 2001 you got ammunition with your rifle. And you were given the responsibility to store it. With the assault rifle, you also have the shooting mechanism. Without it, the gun is just a piece of metal. And with the assault rifle, it is mandatory to store the rifle and the shooting mechanism in separate places. Okay. So there is like, even if a child finds it, there's no ammunition, but even if a child finds it, it's just metal. 冷戦時代、スイス政府は国民に銃だけではなく弾薬や手榴弾まで貸し出し、さらには戦争への心構えや食料備蓄などが細かに解説された300ページを超える民間防衛の冊子も各家庭に配布した。現在もスイスでは国家防衛のために国民に銃が貸し出され、厳格な規制の下で所持が認められている。人口830万人に対し200万人以上が銃を所有する銃保有率の高い国でありながら、スイスは世界で最も安全な国の一つと言われている。一方で世界で最も多くの銃を保有するアメリカでは年間4万人以上が銃で命を落としている。双方の国の違いの背景には両国がたどった銃文化の歴史の違いがあると言われている。スイスの銃文化の始まりは13から14世紀頃にできた民兵制度に遡る。これは王の軍隊に頼らず、市民が自分たちで武器を持ち訓練を受けて国を守るという制度。つまり外の力に支配されず、自分たちの自由を守る精神を表している。中世のスイスでは農民や町の人たちが槍や装具のような武器を手にして戦い、自分たちの国を守ってきた。その後、火薬や銃の技術が発達すると、これらの武器は銃に置き換わり、市民が銃を扱う文化がスイス社会に根付いていった。
こうして市民でありながら兵士でもあるという考え方がスイスの社会の大切な価値観になった。16世紀になるとヨーロッパの多くの国が王の力と常備軍で他国を支配していたが、スイスは民兵制度を元として独立と中立を守り続けた。この市民が自ら国を守るという理念は後にアメリカの建国思想にも影響を与える。彼らはイギリス国王の支配に反発し、1776年にアメリカの独立宣言を発表した。独立の過程で植民地の人々は民兵を組織し、イギリスの常備軍と戦い、そして独立を勝ち取り国王が存在しない国を作り上げた。当時のアメリカの建国の指導者たちは国の軍隊が力を持ちすぎることを懸念し、スイスのような政府の力に頼らず自分たちの自由を守る社会を重視し、国民に銃の所持を認めるだけではなく、国を守るために銃器を所持し訓練を受ける義務を法律で定めた。これはスイスを模範としたという一説もある。そして19世紀に入ってアメリカが国の領土を広げていくと、次第にスイスでの民兵制度は防衛、抑止力、中立には最適ではあるが征服には向いていないことに気づき、大きな常備軍を持つようになった。その結果、昔のように市民が民兵として国を守る仕組みは必要なくなり、民兵への参加義務を決めていた古い法律もなくなった。そして憲法には国民が武器を持つ権利だけが残り、銃は国を守るための道具から個人の生活や自由を象徴するものへと変わっていった。一方、スイスでは今でも市民が国を守るという考え方が大切にされており、多くの成人男性が徴兵を受け、訓練を受けた後、厳しいルールの下で銃を自宅に保管することが認められている。その結果、みんなで国を守る責任と規律を大切にするスイスは安全な国に、そして個人の権利と自由の象徴を強調するアメリカは世界一銃による子どもの死亡率が高い国へとなっていったと言われている。では、はじめまして、ノアさん、ショートです。よろしくお願いします。はじめまして、よろしくお願いします。お父さんかお母さんが日本人？はい、お母さん日本人です。あ、そうだよね。はい。日本語だからもうペラペラという感じですね。ある程度は話せますね。はい。スイスにとって銃ってどんな文化があるんですか？そうですね、やっぱりなんかシューティングがスポーツっていう感覚も多いですね。あ、スポーツっていう感覚もあるんですか？うん、だから、ついここ先週ツーリヒ州では、クナーベンシーセンっていう若い男性が初めて銃を撃ちに行って、スポーツでなんかもっと、なんかフェスティバルみたいな感じで、そういう文化もいろいろあります。へー。でもこう銃の危険性とかっていうのも教えられるって感じなんですか、やっぱり。はい、そうですね。これ殺す武器なんで、簡単に遊び回ってはいけないっていう感じで、軍隊がその4つの基礎を教わるんですよ。まず、当てたいものには絶対銃を向けないっていう感じで、それに、ここには基本指輪入れないっていう感じで、必ず撃つ目的を、認識してそれを当てたいか撃ちたいかっていうのもあって、結構いろいろ訓練されて絶対にこう遊ぶ道具じゃないっていうのを、頭に認識されます。Could you tell me about the difference between Swiss and American gun culture? In a sense, we're very similar to America, right? We have both a very high gun per capita ratio, but where we're very different is the casualties per capita. How do you have two countries who have the equal amount of guns, like per capita, but how can the violence be so different? Yeah. And I think one of the main reasons is that, I'm a good example. I'm a person, I wouldn't have a weapon at home if it wasn't for the military. And I think that's a vast but very quiet majority of gun holders are people who have to have the weapon at home. You don't have a choice, right? Being an obligation and not just a hobby or something that you can do and optionally do, it just creates a whole different approach on how you go about your weapon. さて、ここがですね、車輪場っていう言い方なんですけど、すごいなんかリラックスした感じですね。普通に、ここがね、いっぱいガンが置いてあったり。すげえな。
すごいオープンな感じやし、何も隠してる感じもないし、すげえな。軍法ではですね、すべての地域において射撃の機会を提供する義務があるそうで、ここもその一つってことで、今回実際に実弾の射撃を体験させてもらえるみたいです。と、その前に、まずはですね、丁寧にレクチャーを受けたいなと思います。Holy I'm so scared. This is a perfect video. Oh my god! I'm so scared! なんかめちゃめちゃビビらされましたが、気を取り直して続きのレクチャーをしっかり受け、射撃場に向かい実弾を撃っていきたいなと思います。Bring on your ear protection. Yeah, Please. And smile, always smile. If you do not smile, perfect. First, we bring one bullet in the magazine. Yeah. The magazine left hand. Yes. Weapon in the right hand. Yes. Finger is long. Yeah? Yeah. Click. いろんな人見てみたら、男女問わずいろんな人が来てるなっていう感じですね。年配の方から、若い子まで。そして現在もスイスでは何百年も前から続く民兵制度と射撃訓練を通じて、市民にね、規律と責任感が根付く、銃文化が残り、銃はね、コミュニティの象徴として、現在もですね、男女問わず射撃大会や、伝統行事に取り込まれることで、社会的なですね、つながりを強化しているとのことみたいです。争いという脅威に常に完璧に備え、中立と安全を目指してきたスイス。数えきれないほどにある隠された要塞とシェルターは幸いにも実際には使われることはなく、政府はこれらのバンカーの多くを解体し、それ以来そのほとんどが手つかずのまま放置、あるいは博物館、ホテル、チーズ貯蔵庫、またはビットコインなどの貴重なデータの保管庫に適用された。しかし近年、ヨーロッパと中東で再び戦争が激化する中、新たな動きが見られる。近年中東とウクライナ、世界でね、緊張が高まり続ける中、こういったバンカーを使わなければいけないという恐怖とリスクは増大し、現在ですね、バンカー、地下核シェルター産業の需要がね、一気に上がっているとのことみたいで、スイスにはね、すでに人口を上回るね、避難スペースがあるけど、近年ですね、特にお隣の国、ドイツ人の購入依頼が殺到しているみたいです。Yeah, a lot of people call and want to rent rooms, especially in Europe now with the situation. In Germany, there's no rooms, there's no underground facility. So we have a lot of calls from Germany that want to rent rooms, bedrooms in case of an emergency. 長年、永世中立を外交政策の中心としてきたスイス。冷戦終結後、世界からの孤立を避ける必要性が高まり、2002年の国民投票を得てついに国連への加盟を果たし、加盟後は人道支援などの積極的な国際貢献などに力を入れてきた。そんな中、EU や NATO に対しては歴史的、政治的に中立を保ちたかったことから一定の距離を保ち参加を避けてきた。しかし近年、この伝統的な中立政策に大きな変化が見られる。ウクライナ侵攻直後の2022年2月、スイスは EU の対ロシア制裁に加わることを決定。さらに NATO との共同訓練や防衛協力も進められており、これは約200年間平和を保ってきた伝統的な中立から大きな転換とみなされている。この動きに対しロシアからは中立を放棄したと批判され、国内では中立を憲法に明記すべきだという意見も高まるなど、スイスの新しい中立のあり方が今大きな議論を呼んでいるそうです。Today we are in a very difficult situation. We have two problems. The first is the direct democracy and the neutrality. That means the government can just change anything without asking the people. And the opinions, the personal opinions are so split that it's difficult to change anything. The second point is Switzerland don't help Ukraine in the military way. We don't deliver any weapons, which led to a very difficult situation for other countries like Germany, which said, how can we buy Swiss arms when we risk being in a conflict with someone else, with the Russian, like an example? So the big discussion now is, how far can we go? Swiss neutrality, armed neutrality, is only a thing that is like 200 years old, but Swiss history goes back to the 13th century and even before. And
well, we were very violent people. I guess that's my point. And yeah, it ties into that philosophy that yes, we don't want wars, but if somebody wants a war with us, we have to defend ourselves. Well, the Swiss have always been neutral for many years. That's why we haven't had a war in 700 years. Now, geopolitically, a lot of people in Switzerland are willing to give up neutrality and taking sides, which is not a good idea in my opinion. It's more the left socialist parties that want to give up the neutrality. I think it's what saved Switzerland from two wars, World War I, World War II. Nobody came here because we were neutral and we were heavily armed. So I hope that we can continue. We're going to have a voting about our neutrality to make it permanent. So hopefully we're going to win that, and then it's in the law that we have to stay neutral in the future also. 今回スイスでメインとセカンドの動画を撮影して実際に生でたくさんの人と出会い話すことによってほんま素晴らしい学びがあった。その中でもね、特にスイス人の一人一人のレベルが非常に高くて、自国のこと、世界情勢、現代社会に潜む善悪など様々なことについて知ってる。加えて多角面から物事に焦点を当て捉え、状況に合わせて受け入れたり受け入れなかったりするバランス力と対応力。スイス訪れる前は中立ってどっちつかずみたいなねことを勝手に想像してたんですけど、スイスの人々の個々にはきっちりとした意思がある。まあそんな中、自分の意見を持ちつつも他の人の意見を聞く姿勢や尊重、議論を重要視する姿には感銘を受けました。個人的には時間がいくらあっても学び足りないと感じる滞在でしたが、僕の中では世界で最も大好きな国の一つになったスイス。ありがとう。そしてアディオーススイス。